こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は潜在意識について、すごいね、新しい発見がありましたので、それについてお話ししたいと思っています。で、先日は、スリアのお誕生日のね、本当にたくさんの方コメントいただいて、本当にありがとうございました。もう本当にね、皆さんと共に一緒に育ててもらってるみたいな感じでね、本当にありがたいなと思いますね。おかげさまでね、大きくなって、のびのび育ってんじゃないかと思いますので、ありがとうございます。そしてこっちは今日は、寝ぼけてて、うつ伏せで寝てたら後ついちゃってるって感じですね。で、今日なんですけれども、潜在意識ですね。新しいね、発見があって、潜在意識の書き換えをね、たくさんの方やっていただいてると思うんですけれども、その書き換えでもっと書き換えが進むんじゃないかっていうことがちょっとね分かったので、今その潜在意識っていうのはね、たくさんの方がねこのチャンネルでも潜在意識の書き換えやっていただいてると思いますし、あとはねご自身の中でこういうメソッドみたいな形でやってる方多いと思うんだけど、感情の部分がねどこに入るのかっていうことがちょっと分かったので、そこをお伝えしたいと思っています。だからちょっとね今図をねでちょっと多分反転しちゃうんじゃないかと思うから、反転してもなんとなくニュアンスで捉えていただけたらいいんじゃないかと思います。ちょっとこんな感じ、こんな感じかな、ニュアンスでいきますね。でまず潜在意識ってここ潜在意識と、潜在意識っていうこう意識のある状態と無意識の状態でできてるんですね。でこれ分かると思うんですけど、でここの意識のある状態がだいたい 1% から5%ぐらいかな。 5%、 ちょっと汚いけどネジが 1% から 5% って言われてるんですよ、ここが。でここがそうすると、ここが95から99%が無意識の状態の潜在意識になるんですね、ここ。で、意識のある状態だからブロックがどこにあるかっていうのが分かるのが、だいたいこの意識のある状態のこの潜在意識のところにだいたい上がってきてるから、ここでブロックをだいたい決めることが多いと思うんですよね。でこのブロックを外していくと、どんどんこの潜在意識のちょっと奥の奥にしまってあるものがどんどん上に上がっていくんですよ。ここの中にあるものがどんどん上がってきて、また新たなブロックとかがこうどん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 出てくるんですね。ブロック解除をね、ここブロック解除って潜在意識を書き換えてるとどん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 出てくるから、なんでこんな書き換えても書き換えてもなんで出てくんだろうって芋づる式に結構出てくるんですけど、それは潜在意識に奥底にしまい込んじゃってるやつとかも出てきてるってことなんですよ。でこの潜在意識、全体のことを潜在意識って言うんですけど、その中でも意識のある状態があるよっていうことなんですね。で、このハイヤーセルフのことなんですよね。この潜在意識っていうのはハイヤーセルフのことだから、なんか私たちはやっぱこの潜在意識の扱いをやっぱこう慣れていくと、あとその学んでいくとすごいいいと思うんですね。でなんとその感情、私はね今日このもう一回ね、なんか潜在意識っていうのがすごい来てて、もっとこう皆さんに分かりやすく伝えられるんじゃないかなっていう、ハイヤーセルフとかっていうとちょっと分かりづらかったりする方も、潜在意識っていう言い方だと入りやすかったり、こういうふうに図の形を取ることによって結構分かりやすいじゃないですか。で感情もさ、やっぱりこうブロックとか出やすいと思うから、その感情って潜在意識と潜在意識どっちに入ると思いますか？これがね新しい私は発見というか、なんかはっきり分かったことなんだけど、感情ってこの潜在意識の方に入るんですね。これ私感情についてはそんなに考えてなかったんだけど、だから潜在意識のところで自分自身がこう認識してる部分ですね、そこの部分で苦しいとかさ認識してるわけだから、そこの部分が意識してる部分になるんだよね。だからそこでブロックを書き換えたりすると思うんだけど、感情は潜在意識の無意識のところに入りますので、だから自分が
どういうことを意識はしてないんだけど感情のところで先に上がってきてるってことなんですよね。ある程度の今のブロックみたいのが感情で上がってきてるから、感情を見ながらブロックを書き換えていくと、その潜在意識を書き換えていくと、多分すごいその書き換えが進むんじゃないかなって思ったので、感情を見ていただくといいと思うんですね。はい、いってらっしゃい。頑張ってね。今子供たちがテューション、ここら辺だから一生懸命潜在意識に上がってきてるブロックとかをなんていうの、人の目が怖いとかさ、なんとかであるとかっていろいろ書き換えてるのになんか書き換わんないなっていう人は感情を見ていただくと、感情の部分で何を求めてるか、本当に何がブロックなのかっていうのが分かりやすいんじゃないかと思うので、感情は実は潜在意識に入りますので、感情の部分も見ながらなんていうの、何にモヤモヤしてるかっていうことを自分でこの感情に問いただしながらブロックを外していくといいんじゃないかなと思って、で無意識だからあんまり気づきづらいってことなんですね。であとこの潜在意識と潜在意識が同じ方向を向けば、要は、潜在意識、意識のある状態、何やってるかっていうのは全体的にもう潜在意識そのものになれるようにね、ここのこう境がなくなるように、上と下の境みたいな、ここがやっぱりはっきり出ちゃってるんですよ。意識のある状態と無意識の状態がはっきりあるような状態になってると、やっぱブロックが強い状態なので、書き換えていくとどんどんもう潜在意識そのものとして生きられるように自分自身がなるんですね。少し潜在意識をうまく使えるようになるっていうのかな、そういう感じになるんですけど、でここにやっぱり感情のところをやっぱり見ていくと、一生懸命書き換えてんだけどなんでうまくいかないかっていうのは、潜在意識ではこっち見てるとしますよね。こういう感じでこっちに行きたいって潜在意識で思ってたとしても、感情の部分でもしかしたらこっちに行きたいって思ってるかもしれないですよ。ここだから反対のこっちとこっちと反対の抵抗がやっぱ生まれてて、でそこでどんなに書き換えても意識の部分ね、意識がある状態で一生懸命これをさ書き換えたいと自分が思ってるから一生懸命書き換えてんだけど、感情の部分で実はノーノーってさ、やだやだって思ってるとしたら、それは別に一緒じゃないから、そこでその感情の抵抗が生まれて書き換えがスムーズにいかないっていう方がいるんじゃないかと思いますので、一緒になるように、だから感情を見るってこと、感情で自分自身のブロック、引っかかってるところを見ていくと、よりこの書き換えが進むんじゃないかなと思いましたので、是非やっていただくといいんじゃないかと思います。じゃあちょっと今ね、このこんなことしてるよっていう方もいるかもしれないけど、私はね感情についてあんまり考えたことがなくて、とにかく意識が上がってきてるってことはもう用意できてるってことなので、どん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 書き換えていくといいと思うんですけど、そこに対してのこのね、なかなか書き換わらないとか、これは願望出す時も一緒なんですよね。同じ方向向くように、感情とかこの潜在意識の部分が同じ方向向くようにしていくっていう風にしていくと、先ほどのこう摩擦が起きてる状態だと、だから自分の意識としてはこうしたいっていう願望を投げたとしても、その感情の部分でノーっていう潜在意識の部分ですねが思ってたとしたら、やっぱそこで摩擦が起きて物事が叶わないっていうことが起きてるんじゃないかと思うから、その時に感情の部分の書き換えをしちゃえばスムーズに同じ方向を向けるっていうことだから、ここにやっぱり書き換えをねどんどん使っていくといいと思うんですね。で潜在意識の書き換えっていうのは、バシャールのブロック解除っていう形で、バシャールのなんかワークショップかなんかで出してたもので、電球の付け替えっていうのをやってた。電球の玉って言ってたかな、でそれでね、私はこの世というかね、皆さんにお伝えすることができたんですけど、私はなんか違うやり方を何種類か自分でもやってたんですけど、で皆さんにねこういう形で世に出すことができたというか、だからすごいテクニックとしてはやっぱりその魔法のような一気に周波数が変わる結構すごいテクニックなんですよね。だからどんどんね使っていただくといいと思いますし、ちょっと引っかかってる方に関しては、もしかしたらその感情の部分でブロックがノーって、だから自分が一生懸命書き換えてるんだけど、潜在意識のこの感情の部分は書き換わりたくないって思ってる可能性がありますので、その感情を見ていただくといいと思いますので、やってみてください。で今ちょっと事例を出しながら何個かやってみたいと思います。じゃあ
お金とか多いと思うからね、お金は、私は稼げないっていうブロック解除をね、潜在意識書き換えていきたいと思います。いろんな書き換えの方法がありますからね。で、電球の玉でこっちがですね、潜在、こっち側とこっち側に、やっていきます。で、私はお金が稼げないっていう、皆さんもね、何かちょっと自分で思っていただいて、その時にやっぱ感情を見ていただくといいと思うんですね。それはブロックだって自分が思ってるからですね。稼げなくていいってさ、思ってて、そこにすごい満足してるかもしれないから、それが嫌だって本当に思ってるかどうかっていうことを、ここが一致するかっていう、潜在意識と潜在意識の部分が一致するかっていうところで、嫌だ、そういうふうな自分嫌だってちゃんと思ってるかっていうのを感情で見てみるといいと思うんですね。で、嫌だって思ってるとしたら、こっち側のものを外してポイってやるよね。で、新しい、こっち側に電気の玉つけて、でこれをありありと見るんですけど、ここもちょっと、もっと皆さんが書き換えがスムーズにいくようにどうしたらいいかなっていうのをちょっと考えてて、でやっぱ結局私たちって波動なので、バイブレーションこっちがつけた時の光を、ありありと、ちょっと見ていただきたいんですね。でその時に、こうなんていうのかな、こうバイブレーションが出るよね。わーってこの光を感じてる感覚をちょっと長めに感じていただくといいと思うんですよ。今ちょっとやってみるね。でどんな色かなっていうのはすごい金色になって、うわーみたいな感じで、このわーっていうのをちょっと長めに感情をね、このバイブレーションの部分とか、この自分の感覚ですね、感覚でわーってちょっと感じることによって、このバイブレーションが揺れるんですよ。その波動がなんていうのかな、ダイナミックな波動が起きてくるから、ちょっと感じる、ここの部分をちょっと長めにやるっていうのをやるといいと思うんですね。あと、ここら辺がまだそこのちょっとすっきりしないとしたら、この光でここら辺とかそのすっきりしない部分に当てて、すっきりするまでその光を感じる、そういう風にしていただくと書き換えがスムーズなんじゃないかと思いますので、ちょっと時間かけてやってあげるといいかもしれないね。今1個ね、これがねちょっとパパパってきて、これすごい皆さんにお伝えしたらね、なんていうの、書き換え一生懸命やってくれてる方もいると思いますので、さらにね奥深くできるんじゃないかと思って。じゃああともう一個ね、何か皆さんも思いついたものをやってみてくださいね。そうだな、現状に満足してしまうとかにしてみようか、何か挑戦することが怖いとかね、あるんじゃないかと思いますので、新しいこととかに挑戦するのが怖い。じゃあこっち側にね、最初に、このブロック、自分がここがついてる。でこの時にちょっと一回感情を見てみて、感情でも同じように何か怖いかっていうのをちゃんと同じ方向を向いてるかっていうのを見ていただくと、嫌だって思ってる感じがするので、じゃこれを外して宇宙にポーイって投げて、別に投げなくてもいいからね。でこっち側に新しいのつけますね。でその光を見て、ありありと、もうすごいこうわーっていう感じで、もうこの感じます、この光をわーって感じて、で感じながらちょっと感情とかもこう、どんなその光を見た時の自分の感情ですね。うわー気持ちいいみたいな、って感じでちょっと長めにやる。この感情をもうちょっとこう揺らすことによって結構ダイナミックになっていくので、うわーっていう感じでやるといいんじゃないかと思うんですね。であとそこに対してちょっとモヤモヤしてたり、まだすっきりしないなと思ったら、この光が直接そこに当たるイメージをして溶かしちゃうっていう感じですね。すっきりしないところを。できたかな。こんな感じでやると同じ方向なので、同じ方向ね、意識のある部分とこの感情の部分ですね、両方同じ方向を見てるので、書き換えがすごいスムーズだし、ダイナミックに遠くの方っていうのは、要は周波数が今ここで引っかかってるとしたら、なんかガーンって上がる感じですね。これすごいいいなと思って、なんかこれ本当にスムーズだなと思ったので、今この動画を撮ってみました。
どうだったかな分かったかな。で、最近ね潜在意識の本をね出しまして、たくさんの方やっていただいて購入していただいて本当にありがとうございます。潜在意識の魔法っていう本なんですけど、本当にやっぱ数なんですよね。たくさんこのね図にある潜在意識に上がってきてるってことはもうチャンスだから、どん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 書き換えていく。でそうすると本当にここのね境がなくなってくるので、自分がもう潜在意識そのもの、ハイヤーセルフそのものとしてやっぱりこうなんていろんなことを叶ってっちゃうんですね。でその時にもしかしたらなんかうまくいかないなっていう方は、感情の部分で潜在意識にこう奥底にしまってあるものとか、感情の部分で別のことを考えてる可能性がありますので、本当の自分の望みとかどこに引っかかってるかっていうのを、見ながら丁寧に書き換えをしていくといいと思いますので、潜在意識で自分がブロックと認識しているものと感情が一致するかっていうのをね見ながらやっていただくといいと思いますし、書き換えをする時はね本の中で何種類かお伝えしてるんですけれども、その書き換えた後の感情とかなんていうの感覚っていうのをちょっと大げさにわーって感じることによって、あとその光をねちょっとそこに当てる感じにすると、よりすごいスッキリ感が出てくるし、やっぱ周波数として大きく飛躍するんじゃないかと思いますので、ぜひやってみてくださいすごいこれはなんか楽になる方がね多いんじゃないかな。楽になったらいいなと思って、私も今さっきから書き換えててすごい楽しくて、書き換えが大好きなんですけど、その中でもこういうなんかすごいスムーズな書き換えができるなと思ってまたさっきからやってるんですけど、なのでぜひぜひやってみてください。潜在意識のね魔法のね本の方もすごい詳しくあと事例をいっぱい載せてますので、下記リンクのとこに、本の、リンクも載せてありますので、ぜひ購入の方もよろしくお願いします。今回は、潜在意識のお話ししました。ではでは。